はい、ということでですね、あれなんですけど、今日はですね、アンブッシャーとセッティングを見直す方法。はい。こちらについて、シェアハピー、シェアハピー、シュート、おめいはい、ということで、ちょっとね、私も、シェアハピーっていうのちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっともうやめたいんですけど、ちょっとね、この言い方が板についてしまったんで、ちょっともう戻れないということでね。もう私的にはこのシェアハピっていう言葉をもう見直したい今ところなんですけれども。はい、ということで、はい。はい、ということでですね、さて皆様、皆様楽に、サックスは吹けていらっしゃいますでしょうか？こう力がね入っているといい音とかもそんな絶対無理なんで、ちょっとそういったねところをちょっと見直していこうじゃないかというね今回そういうテーマなんですけれども、じゃあもう早速本題に入るんですけど、アームシャーとセッティングを見直すということなんですけど、結局はこれ力を抜いて楽に吹くというところがポイントになってくるんですよ。でね、これもすごい基本的なことなんで見逃しがちなんですけど、結局こういう超基本的なことができてるかどうかが上手になる近道やったりするんですよね。なんかそんなん聞きに来たんちゃうねんって思うでしょ。もうこれね、もうこういうことなんですよ。これ結局このなんか基本的なことができてるかどうかっていうのが一番近道なんですけど、もっとなんか特効薬みたいなないのって言われるんですけど、ないです。ないんです。もうこれなんですよね。そして結構みんな力を抜いて楽に吹けてるって思ってる人が割と多いような気するんですよ。でもね、見てて思うけどやっぱりね楽に吹けてないように思うんですよ。でこれってやっぱ言葉の罠って私あると思ってて、力を抜いて楽に吹くってなんて言うんですか、言葉の響き的にっていうか簡単な気しませんか？なんか力抜くんやろみたいな思うじゃないですか。力を抜くってサックスだけじゃなくて楽器するってなったらどれも力を抜いて楽に演奏するのが一番上手になると私は思うんですけど、力入れるの方が人は簡単なんですよね。だから力を抜いて楽に吹くっていうことでね、そこを練習していれば結構いい音ってなると思うんですけど、私のねこんなちょっと小規模っていうかねちょっと小規模な弱小 YouTuber なんですけど、その中でも割とヒットしたかなみたいな動画がちょっとあるんですけど、ジャズのマウスピースをどうやったらなんかこうなるようになったかみたいな話をしてる動画があって、ここの話とちょっと似てるんですけど、というかここの話のもうちょっと深掘りしたバージョンみたいな感じですね。早速ちょっとなんていうの、実技的な面やってみるんですけど、まずこれができるかどうか、音を出さずに息だけを入れることができるかどうかということですね。これちょっとどういうことかちょっとやってみますね。これですね。こうスーって言ってるじゃないですか。これができるかどうか。これをするにはやっぱこの辺のこう力が入ってたらやっぱできひんし、噛みすぎてたらできひんしっていうことなんです。だから力を抜くっていうことなんですけど、できるやろうと思うじゃないですか。これちょっとできない人の例がこういう感じなんですけど、これはもう血圧上がりますね。今できない人のモノマネみたいなのを私はやったんですけど、どうなったかって言ったらやっぱりむっちゃ噛んでるし、ここんで必要じゃないこの辺の力ってすごい入ったんですよ。なんかプルプルした感じしませんでしたか？さっきのプル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 なんとなく
いうことなんですよ。だからこれをねこれができるかどうかで、次に口の形をあまり変えずに息の圧力を上げ、ピアノの音が出せるかどうかをチェックすることで、今さっきのやつに口とかは形を変えない、まあ若干のやっぱいる力っていうのはあると思うんで、若干力は足してもいいんですけど、あまりその力まないこと、それに加え息の圧力をギュッと上げる感じ、ふーって吹くんじゃなくて、しっかりこうって入れる感じ、まあ息の圧力だけをこう上げる感じ。口は力まないで、これ結構難しいんですけど、でさらにもうポイントなんですけど、ピアノの音が出せるかどうかっていうのがポイントなんですよね。でこの時に加える浅さ深さはどうなんみたいな、もうちょっと深く加えた方がいいのか、浅い方がいいのか、あとは楽器の傾きですよね。こうなのか、こうやった方がいいのか、でもうちょっとこう下げてこうやってやるとサックスのこの傾きが変わりますね。これはやっぱりこれも人によるんで、これがいいとも言えないし、こうなった方がいいとも言えないし、これはもうこの時にちょっと研究していただくということですね。ちょっと鳴らしにくいんで今だったらコッコはげて、まだちょっと無理してる感じあるんで、こう深めに加えるとか。これがベストポジションかなっていう。まあこの辺のあたりはさっきの大ヒット作のね動画の話になっていくんですので、まあちょっとその辺は詳しく見てほしいんですけど、まあそういうねとこなんですけど、その深く浅くとか楽器の傾きとかなんぼ変えても音出なかった、なんかピアノの音で音が出せなかったりとか、なんか例えばみたいな感じでボンって音が急にバーンって出てしまうとか、これってどういう状態なんてなったら、セッティングがまずいんですね。楽に音出せないんですよ。だからこのセッティングがマウスピースがちょっと合うてないとか、リードが分厚すぎるとか、まあいろいろあるんですよね。これね、まあちょっと話若干それるんですけど、なんかマウスピースとかもうこれねあんまちょっと言いたくないっていうか、やっぱなんかなんていうの、そんなことないってめっちゃ言われそうやから、もうちょっとなんかあれなんですけど、マウスピースとかリード変えても若干音は変わるかもしれないですけど、本質的な音って変わらないんですよね。結局は自分の双方やし、どんだけすごい上手な人がこのマウスピースめっちゃいいって話をしてても、それってその人に合うだけで自分に合うかどうかわからないんですよ。骨格とか男女差とかもあるし、歯並びとかもいろいろあるんで、そのマウスピースがみんなに受けるかとか、そういうのってちょっと違うんですよね。もちろん広く万人受けするようなマウスピースとかはあるとは思うんですけど、だとってじゃあそれが自分に合うかどうかってそれはまた別の話なんで、ちょっと一旦ねそういう今のような流れでほんまにこう楽に吹いて、でピアノの音がちゃんと出せるかどうかっていうところを一旦ちょっとやっぱね確認していただいた方がいいと思うんですよね。なんかいい音、このマウスピースめっちゃいい音出るんですって言ったところで、じゃあちょっと吹いてみてくださいって言った時にめっちゃ苦しそうに吹く人いるんですよね。それってなんていうんやろう、いい音ってちゃんと楽に出せるっていうところがあってのいい音なんですよね。いやそこをすっ飛ばしてるから、なんか吹きにくいんやったらそれ
結局あんま良くないんじゃないですかねってなんかちょっと言ったりしちゃうんですけど、まあそういうことでね、無理のないセッティングをね、皆様ちょっと心がけていただきたいですね。思想とかしてみた方がいいと思うんですよ。で、鳴らしにくかったらもうやめた方がいいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、はい、そんな話でございます。もう一度ちょっとおさらいをすると、音を出さずに息だけ入れることができるかどうかはこういう感じね。これができるようになったら次、口の形をあまり変えずに息の圧力を上げ、ピアノの音が出せるかどうかをチェックする。ですね。これがちょっとできるかどうか皆様、チェックしていただきたいんですけれども、このピアノの音でだからロングトーンとかねいっぱいすると結構すぐは変わらないです。これはすぐは音変わらないんですけど、このすごいちっちゃい音でこう12拍のロングトーンをめっちゃするとかね、私はそれで未だにその練習をよくやってるんですけど、ちょっとやっぱグッと力んでしまいがちなんじゃないかなってふと思った時はもう一回この今のルール、力を抜いてピアノの音がちゃんと出るかどうかっていうのをちょっと一旦見直して、最近ちょっと力んでたなっていうのでこう楽に吹くように基礎練習の時にね、心がけてるんですけど、地図チャンネル今回の話の若干ちょっと裏テーマみたいな感じなんですけど、結局ピアノの音を出す練習っていうのをこれはもう皆様に絶対していただきたい練習内容なんですよね。ピアノの音を出すってめっちゃ難しいんですよ。でもなんて言うんですかね、メロディーを吹くとか綺麗にこう上手に吹く時ってやっぱりちっちゃい音がちゃんと出せるかどうかって結構重要なんですよ。音量の大きい小さいの差がちゃんとしっかりつけられるかどうかっていうのがそれ大事なんですけど、そもそもピアノの音出せんのっていうところに注目すると結構これが微妙やったりするんですよね。大きい音を出すってなんか難しそうじゃないですか。結構若干語弊はあるんですけど、大きい音ってなんか力ずくで出せたりするんですよ。これ双方がいい悪いかはさておき、若干双方が悪くても力技で音出せたりとかするんですけど、ピアノの音を出すって割とその力技でごまかせない部分なんですよね。じゃあそれはどうやって出せるのってなった時にアンブシュアとかセッティングが自分に合ってるかどうかっていうのがこれ非常に大事なポイントになってくるんで、なのでちょっとねなかなかそのメロディーが棒読みになっちゃうなっていう場合は大きい音を出せるかどうかっていうところをちょっと焦点に絞るのもありなんですけど、ピアノの音ほんまにちゃんと出せんのっていうところをちょっと注目していただいて、でなんか出されへんなと思った時にちょっとこうアンブシュアだったりセッティングっていうのを見直していただくといいんじゃないかなと、そういう感じでございます。ちょっとなんかなんかちょっとちょっとあれちょっとねなんかごめんなさいね、なんかこう特効薬みたいなのがね出せなくて申し訳ないんですけど、ちょっと音楽ってそういうもんなんでねもうすぐその特効薬みたいなのあったら誰でもプロになれてるんでね、ちょっとそれちょっと頑張っていただくということで私も皆様のことを応援してますとかっつってね今日はこれで終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。